エンプロイアビリティという言葉についてですね、お話をできればと思いますね。エンプロイアビリティ。これ造語なんですけれども、エンプロイっていう言葉とあとアビリティですね。これを合わせてエンプロイアビリティというふうに言うわけですけれども、エンプロイっていうのは何かというと、雇用される人、雇われる人ということですよね。一方で、アビリティ。ね。これは能力ですね。ですので、エンプロイアビリティっていうのは、雇われる能力。すなわち、雇用される能力みたいなですね。そういう意味になります。ね。で、昨今ですね、AI がどん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 進化している世の中ですので、やっぱこんな中でですね、やっぱり私たちビジネスパーソンとして、エンプロイアビリティをですね、やっぱり常に高めていく意識というのがですね、とても重要な時代になっていますということなんですね。で、このエンプロイアビリティなんですけれども、実は大きく2つね、あります。ね。一つは、その組織特有のものということで、それぞれの会社、部署、単位ですね、それぞれいろいろありますけれども、そんな中で、求められているエンプロイアビリティというのがありますということですね。ですから、ローカルスタンダードみたいなですね、我が社にいる以上はこういうことをちゃんとできなきゃいけないよみたいな、そういうものが一つ。ね。それからもう一つは、組織を超えて、ね、場合によってはグローバルかもしれませんけれども、あるいは日本ドメスティックだけかもしれませんけれども、言えるのはですね、我が組織を超えて共通のものということでですね、大きくこの2つ、エンプロイアビリティということを考えるときにですね、見ていかなければいけないものというふうに言えるかと思います。ね。で、先ほども申し上げました通り、やはりAI がどん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 進化をしていくとですね、やはり定型的な業務ですとか、いわゆるオペレーション的な業務っていうのはどん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 今後なくなっていく可能性が非常に高いので、そんな中でもやっぱり生き残っていけるエンプロイアビリティをですね、私たちが高めていかなきゃいけないということになろうかと思いますね。でその中で、じゃあどうしていけばいいのかっていう、コツなんですけどね。やっぱり一つは、ね、やっぱり人間っていうのは常にやっぱり成長し続けていかなければいけませんので、やっぱり目標設定、ね、目標設定をしましょうよと。で、この時に、ね、簡単に達成できる目標ではなくて、ね、少し挑戦して、ね、チャレンジをして達成できるような、自分自身の成長を考えられるようなですね、そういう目標をぜひ設定をしていきましょうよということですね。それから2点目、ね、自ら進んでフィードバックを受けましょうということですね。上司と部下との関係においてですね、以前であればですね、上司も積極的に部下にフィードバックっていうのをしてたわけなんですけれども、昨今ね、パワハラの問題等々が出てくるとですね、実は上司もですね、線引きが難しいですね。どこからがハラスメントで、どこまでが違うのかっていうところ、なかなか難しいので、人によってはですね、なかなか部下に対して真摯なフィードバックっていうのをするのが、難しい。ね。そういうふうに考えていらっしゃる方も中には結構いらっしゃいますね。そういう意味合いで言うと、なかなかですね、部下の立場からすると、上司からフィードバックを得る機会というのが、以前に比べると減ってきてますということなんですね。ですから、こちらから意識をして、ね、フィードバックをぜひ取りに行くっていうことをやっていただければいいかなと思いますね。で、このフィードバックもね、受け止めるときに、決してね、人格を否定されていると思うのではなくてね、自分自身の糧になるような形で受け止めていただければ結構ですので、行動改善に生かしていくということが非常にこれ重要になってこようかと思いますのでね、ぜひ自らフィードバックを受けに行っていただければいいかなと思います。